チャット GPT ログインと検索してみますと、こんな感じで OpenAI 社がですね、作ってるチャット GPT がありますので、こちらクリックしていただけると、私は人間ですということで、チェックしていただいて、もし、もうアカウント持ってる方はですね、ログインでも大丈夫ですけど、もしまだアカウントを作成してない方はですね、メールアドレスでもログインできますし、あとは、Google とか Microsoft のアカウントでもログインができますと。私は Google でログインしてみますね。はい。またチェックが必要ですね。で、人間であることを確認したら、まずはですね、アカウントを作る必要があります。アメリカのですね、サイトなので、英語で入力しますね。で、生年月日を入力したら、電話番号も聞かれるんですね。電話番号を入力しますと、エンターコードということで、6桁のですね、数字が聞かれますので、その数字をですね、こちらに打ち込みます。そうすると、アカウントを作成することができます。これでですね、チャット GPT の無料アカウントが作成されました。で、例えば何か入力してみましょうか。おすすめの学習教材を10個教えてください。10個は多いですかね。5個ぐらいにしましょうか。そうすると、こんな感じで、まず1個目、コーセラ出ましたね。何を勉強するかとかも、本当はもうより詳しくですね、チャット GPT に聞くと、例えば、プログラミング学習だったら、ユーデミーと YouTube とみたいな感じで出ますし、今回はもうざっくりとした学習なので、いろんな講座出てますね。ただ、コーセラとか、皆さんご存知ですかね、デュオリンゴ。コーセラっていうのはあれですね、大学のレベルの授業が学べるやつですね。で、デュオリンゴ、これは英会話とか、いろんなドイツ語とか、言語が学べるやつですね。で、他にもコードアカデミー。これはプログラミングですかね。いろいろと出ますね。ユーデミーも最後出てますね。はい。こんな感じで、いろんなおすすめの教材が出ます。で、これをですね、英語でも聞いてみましょうか。例えば、何でしょうね。Can you recommend five materials とかですかね。で、これで5個出ますかね。さっきと違うの出ましたね。TED Talks とか。なるほど。一番上の何ですかね。ちょっと私知らないですけど、こういうのもあるんですね。あとはクラッシュコースとか、コーセラも同じの出ましたね。あ、カンアカデミー。なんかいろいろ出ましたね。今度ユーデミー出てないですけど。日本語だと日本語のデータベースの中から取っていますし、英語だとこのように英語のデータベースから取っています。だいたい3000億個のデータがこの OpenAI 社は持っていて、その中でこのベストなですね、情報を出しています。いかがでしょうか？ぜひですね、まだチャット GPT 使ってないよっていう方はですね、ここから挑戦してみると良いかなと思います。